Hi, I'm ラスケン。どうも、ラスケンです。今回はドラゴンセイバーという縦スクロールシューティングゲームを紹介します。時期がドラゴンという一風変わったゲーム、ドラゴンスピリットの続編になります。簡単にゲーム内容を説明します。ストーリーとしては、ウィキペディアによると、遥か彼方の世界、人々は利己主義により戦争や環境破壊などの愚かな歴史を繰り返してきた。それにより、世界のどこかで超進化した異次元の生命体が数多く生み出され、世界は瞬く間にその生命体に支配されていった。一方その頃、かつて清流ブルードラゴンと共に魔王ザウエルを封じ込めた太陽神アーリアは、ヒューイとシリアという勇敢な二人の若者に竜の力を得られる聖剣を与え、諸悪の根源の討伐を託した。二人は巨竜に変身し、戦いの旅に出たのであった。という内容です。ナムコらしい、しっかりとした設定があるようです。ゲームとしては、雑魚戦をくぐり抜け、ボスを倒せばステージクリアとなります。操作としては、対空攻撃と対地攻撃の2ボタンです。ここは、ゼビウスっぽいですね。ステージ数は9あります。ステージ9クリアでゲームオーバーになります。ループはありません。ゲームの難易度はノーミスで進むと極悪なほど高難度になります。どういうことかというと、このゲームには難易度自動調整機能というものが搭載されていて、ミスをしないで進むほど難しくなっていきます。高難度では特にステージ9が地獄になります。ただ敵の猛攻があるだけでなく、アンチというパワーダウンアイテムがばらまかれ、それも避けなくてはいけないので、非常に難しくなります。ではここで、ラスケンの注目ポイント。それは BGM です。基本的にナムコのゲームの BGM はどれも素敵なのですが、このドラゴンセイバーも例外ではありません。しばらく BGM を聴いていたくなるくらい素敵な音楽になっています。ゲームの総評としては難易度は高いですが、やはり攻略できた時の喜びが大きいので、とても楽しいゲームです。ただゲーセンでプレイしていたら泣いてたかもしれません。コンティニューがあっても難しいゲームなので、このアーケードアーカイブスのセーブ機能に大きく助けられました。ここでチャンネルの紹介をさせていただきます。当チャンネルでは主にレトロゲームの紹介及びチャレンジを行っています。また、レトロゲームではないゲームも取り扱うこともあります。応援よろしくお願いします。Now, please watch the game playing video. それではプレイ動画をどうぞ。さて、もうすでにステージ2にいるようです。まだこの辺は難易度そんなに高くないですが、それでも油断になりません。さあ、今、金色のアイテム落ちてきましたね。あれが
アンチと呼ばれるものです。パワーダウンするので、実は取っちゃダメなんですよね。まだアラスケン理解してなかったので、知らずに取っていました。で、今、赤いのが落ちてきました。今取ったのが赤いやつです。この赤が、パワーアップになります。パワーアップは3段階まで上がるので、今は多分最強なんじゃないかなと思います。ただ、首が1つなので、そんなに強くはないですね。またパワーダウン取っちゃいましたね。で、青いやつ。これを取ると今、の形態になっている通り、ブルードラゴンの、首が3つに変身します。はい、ボスです。こいつはそんなに強くなかった感じです。今、そう、ためを使っていますが、ため技は、攻撃ボタンを押さないでいると、3秒だったかな。3秒で溜まるようになっています。結構強力なので、重要な操作と言えます。これは使わないと攻略は難しいかなと思います。これなんだろう。ちょっと名前まで覚えてないんですが、多分風を吹き出してるんですよね。のドラゴンです。なんて言うんだろう、名前。緑はアックスドラゴンというようです。広範囲に攻撃できるので、なかなかザップ戦では優秀なんじゃないかなと思います。ここにも緑のアイテムは、取れなかったんだ。ブルードラゴンに戻りました。今取ったアイテムはただの得点ポイントです。キラキラしたやつですね。この雲が、厄介でもなかったか。
こいつもそんなに強かった印象はないですね。多分、初見で倒せていると思います。やっぱり BGM いいですよね。ステージごとに曲が変わるんですけど、この曲特にいいですね。なんだろう。なんて言えばいいんだろう。なんかとてもノリノリになれます。今、いつの間にか、ドラゴンが変わっていて、なんか、プラズマビームみたいなのを発射していますね。これが、スパークドラゴンかな。稲妻を出しているんだと思います。これのチャージショットが強いですね。画面全体に攻撃できます。ちょっとここはなんか処理が重いらしくスローになっています。明赤は、PS4 とかの性能を使えば全然余裕なはずなんですが、原作再現ということでああやっていると思います。今取ったアイテムはバリアですね。ドラゴンの両脇になんか出てますよね。バリアなのでしばらく無敵になります。おう、アクシドラゴンに戻りましたね。ラスケンはプレイ中あんまりどれを取ればいいかとか考えずに、とにかく出てきたやつを取っていました。攻略見れば多分、この場面ではどれがいいよとか分かったかもしれないですね。このボスは苦戦して何回もリトライしています。まず、この伸びてくる腕。これもぶつかったらミスなんですよね。あと、飛んでくる弾。ちょっとよく見てください。実は2種類弾の出方があるんですね。間に隙間があるやつと、隙間がないやつ。これがですね、隙間がないやつの避けるのがなかなか難しかったです。今やってるように、もう飛んでくる方を、しばらく止まって時期を止めて、誘導するといいですね。基本的に左右どちらかにいればいいと思います。で、飛んできたら避ける。これの繰り返しですね。巨大だ。
や、やっぱ BGM いいな。この曲もノリノリですね。ノリノリだけど、ステージとしては結構難しかったです。最初、この、ちょっと黄色っぽい壁、これが障害物だとは思わずに何回かぶつかりました。ちょっと見にくいかもしれないですね、ステージとしては。この海中に潜んでいる奴らは、できるだけ倒しておかないと地獄を見ます。今飛んできてますけど、襲いかかってくるんですよね。空中に飛び上がって。倒せばそれが減るので、できるだけ倒すことをお勧めします。で、ボスですね。このボスはほとんどやられなかったです。これやったと思って、しばらく攻撃止めてしまいました。この分離状態、なんかガンダム、ターン A ガンダムのターン X のような攻撃をしてくる敵でした。このステージも結構苦戦しましたね。狭いですよね。似たようなステージが前作にもありましたけど、結構極悪なステージです。飛び出してくるつららは、攻撃すると開いていきます。縮んでいきます。もうギリギリですね。ギリギリの戦いです。なんとかボスにたどり着きました。こ
こいつはそんなに強くなかった印象ですね。落ち着いてやれば、まず勝てるでしょう。ちょっと武器が相性悪いですね。もっと単体攻撃用の武器の方が、もっと楽だったと思います。このステージもかなり苦戦しました。何回リトライしたか。今、下から実は攻撃されてるんですよね。角みたいのがあって、あれ、背景かと思ったら攻撃してくるんですよ。あれは気づかないですよね。さあ、ボスですねと思ったらボスじゃないんですよね、まだ。今度こそボスです。いやー、こいつも強かったな。実は、今のうちに攻撃できるんですよね。何が強いかというと、ちょっと、でも攻撃し終わった後だから、なかなか出てこないかもしれない。体に、胴体の方に攻撃を当てると、反撃の弾が飛んでくるようになっています。なので、体には当てず、ちょっと首が長いですよね。長い首が伸びたところを狙うのがいいです。なかなか伸ばしてくれないんで、今、手間を取っているところです。今がチャンスなんですけど、いけなかったですね。今、反撃の弾飛んできましたよね。ちょっと胴体、足のあたりですけど、なんかあんま攻撃してないのに倒したな。どうやら体力はなかったみたいですね。で、ステージ8なんですが、ここだけちょっと特殊なステージになっていて、どうやらボーナスステージとなっているようです。パワーアップさせてくれるところですね。でもなぜかラスケンは何も取りません。なんでだ。今最強の装備だからですね。だから、変えたくなかったんでしょう。はい。ちょっとゼビウスで出てきたような
敵が出てきてます。板ですね。あれも破壊することはできないようです。時期は本当に地獄でした。これから地獄を案内しましょう。今、金色のやつがいっぱい降ってきてますよね。あれがパワーダウンアイテムです。取ると、攻撃力が落ちてしまいます。なので、いかにあれを避けるか。あと、できるだけ出させないで、つまり、蝶みたいのがいるんですけど、その蝶を倒すと、アンチが降っていきます。なので、できるだけ蝶を倒さずに進むのも必要な場面もあります。あと、アンチ、金色のアイテムの他にも、倒すと反撃の弾が飛んできます。これもきついです。やっぱり倒さずにできるだけ進むのがいいですね。あとこの扉。これも鬼のような仕掛けになっていて、ちょっと当たるだけでやられちゃいます。今なんてよくあの弾の間踏み抜けたなぁと自分でもびっくりしています。この場面は、何十回とリプライしています。ここでバリアが出たので、ラッキーというかバリア出るまでやり直したっていう感じですかね。バリアがないと多分突破難しかったんじゃないかなと思います。で、また開閉する扉があります。しかも、2つではなく、3つです。いや、4つかな ?4 つです。ただ3つ目と4つ目の間は隙間があるんで、そこに潜り込むことができます。で、ここも難しかったな。この蝶がいっぱい出てくるんですよ。でも倒すと反撃の弾と金色が落ちてくるんで、できるだけ倒さずにすり抜けています。倒さないで進むと言っても、柱みたいなやつも攻撃してくるんで、あれを倒すために仕方なく、倒しちゃっていますね、蝶を。はい。ラスボスにたどり着きました。ラスボス強かったなぁ。強かったんですよ。どう強いかっていうと、このまずブーメラン。攻略しちゃってるんで、どういうことかって動画でお見せできないんですけど、これ破壊しないと超誘導ミサイルになっていて、まず
確実にやられちゃいます。こっちの攻撃で抑え込む必要があります。ブーメラン来ない間は、今なんとか破壊できましたけど、ブーメラン来ない間はチャージショットでダメージを与える方が良さそうです。ちなみに召喚しているドラゴンですが、もうお気づきかもしれませんが、なんと我々と同じ我々というか、時期と同じやつが召喚されています。この緑、アックスドラゴンでしたっけ？こいつが非常に厄介でした。ブーメランも飛ぶ中、なんとか対処しなければいけません。ちょっと一瞬で終わっちゃったんで難しい、わかりづらかったかもしれないですけど、風のドレスを積んでで、こう、最初右に行って、誘導させて左に避けるとか、そういうことが必要でした。多分ですね、いろんな方の攻略動画見ましたけど、こういった攻略の仕方をしているのはラスケンだけかもしれません。なんとか勝てました。そして出てくるのは、おや？どういうことでしょう？実はどういうことなのか、ラスケンは分かっていないです。とにかく多分、この人がアーリアって人なのかな？エンディング流れますけど、英語なので、ちょっといまいちはっきりとわからなかったですよね。というわけで、もうじき動画も終了になります。締めの挨拶させていただきます。So, that's it for the video. というわけで動画は以上になります。If you like it, please give it a high rating and subscribe to the channel. よかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。Thank you for watching. ご視聴いただきありがとうございました。See you again in the next video. また次の動画でお会いしましょう。あれ、ちょっと時間余っちゃったよって。しばらくエンディングをご覧ください。このスタッフロール、よく見るとドラゴンスピリット2になっています。どうやら、開発中はドラゴンスピリット2で売り出そうとしていたようですね。ギリギリになってどなたかの、一声でタイトルが変わったんでしょう。開発には間に合わなかったみたいですね。というわけで以上です。バイバイ。